パスオブジアビスやってくで、よろしくお願いします。前回はこのゲームの肝、隊列パネルについて紹介したんやったな。面白さの片鱗でも伝わってるといいんだけど、まだ雑魚戦しかお見せしてないので、なんかめんどくさそうって印象かも。この隊列パネルシステム、ボス攻略の時が一番おもろいんよな。何度かやられながら敵の行動に合わせてカスタマイズしていくのが楽しい。このシリーズは最初の大ボス戦までを予定してるので、できればそこまで見ていただければ。さて、今回から本格的にゲームを進めてくで、練習ダンジョンの下水道ではなく、ちゃんとしたダンジョン攻略です。この街を出るから、入るダンジョンを選べる。ダンジョンは3つ。自由に出入りはできるけど、敵が強いから実質順番に行くことになる。最初はこの古き王の霊廟から。巨人が潜むという霊廟に君たちは足を踏み入れた。壁面にわずかに残る装飾から、かつての姿を思わせるが、今は見る影もない。通路の奥から埃臭い乾いた空気が吹きつけてくる。異様な鳴き声、ずるずると何かを引きずる音、君たちの命を刈り取るものがここにはひしめいているようだ。その時、周囲を警戒する君たちの目の前に、巨大なネズミが現れ、君たちが身構えるよりも早く、襲いかかってきた。下水道でもこんな感じの導入やったよな、騎士官。はい、勝ち、騎士官。最初のうちは何かあるたびにこうやってチップを表示してくれる。リリース当初からこのゲーム字が読みにくいんだよなって思ってたんだけど、つい最近になってずっと低い解像度でやってたことに気づいた。次の録画からちょっとマシになります。さて、探索画面での要素その1、環境。環境が変化したってメッセージが出た。ここ注目。不穏な気配っていうのが追加されたやろ。同じダンジョンの中でもめちゃ暗いとか足場が悪いとか、その場の環境によってステータスが変化する。このあたりは嫌な気配がする影響で行動力がちょっと下がる。行動力については一切説明してないけど、それは機会があれば。真相になると能力めちゃくちゃ下がったりする。初期の頃の最新装では攻防半減とかいう鬼畜仕様だった。今更やけど、ズバズバカットして進めてくで。他のダンジョン RPG みたいに扉の先に確定エンカウントがあったりする。こんな風に後続の敵と連戦になることもある。消耗してる時は注意。なんだこれ。探索画面での要素その2、ランダムイベント。ダンジョン内ではいろんなことが起こるイベントがランダムに配置される。これは込みダメイベント。お金とかアイテム拾えたり、ダメージ受けたり回復したり、いろいろ起こる。今回はマナオ鮮度が上昇した。要素その3、マナオ鮮度。右上の紫のゲージがそれやな。ダンジョンにこもって戦ってると、どんどん上がっていく。上がると状態異常になったり、いろんなデメリットがある代わりに、敵が落とすアイテムの質が目に見えて上がる。チップには主にデメリットについて詳しく書かれてるけど、実際にはデメリット無視してメリット目当てで利用することが多い。アイテムの質向上とか言われると、プレイヤー側としてはどうしてもね。ほんまに目に見えて質変わるから、ドレハンするときは覚えておこう。そのアイテムの話。装備アイテムはランダムな追加効果がつくランダムエンチャント方式。うちの動画見てくれてる人は戦闘の監獄方式って言うと伝わるかな。こんな風にアイテム名に青いオーラがついてるのがエンチャント付き装備。プラスの数字はエンチャントの強さ。
世界に一つしかない固定性能アイテムとかももちろんある。紫オーラがついてるのがそれやな。これはさっき拾った錆びた鉄塊。ドラゴン殺せそう。けど片手剣やねん。ほなドラゴン殺し違うか。もちろんアイテムのレアリティについてのチップも手引きに書いてある。気になったら読んでおこう。おっと、エリートモンスターや。チップにもある通り、通常の敵に特殊能力がついてる。こいつの場合、マナの庇護と鉄の骨格っていう特殊能力やな。カーソル合わせると詳細が見られる。魔法ダメージに対して魔法ダメージで反撃。今うちのパーティーは、物理火力メインだからほぼ無害。物理攻撃に対して反撃してくるやつが厄介なんよ。鉄の骨格はスタン無効。これも今は関係ない。普通の敵と変わらんってことやな。続いて前に見えてるのが探索中の要素その4。これな。これはエルフの聖域。要するに休憩ポイント。ここでは休憩して HP とか回数制スキルの残り回数を回復できる。代わりにキャラがちょっとずつ弱体化していくので無限には使えない。長時間ダンジョンに潜り続けることは難しくなるようにしてるみたい。マナオ鮮度の剣があるからだと思う。これがキャンプ画面。このボタンから休憩できる。キャンプ画面自体はいつでも開けて探索中専用のスキルを使ったりできる。休憩はエルフの聖域でしかできない。回復スキルはほとんどが回数制やから。受けたダメージは基本はスキルで回復。スキルを使い切ったら休憩を繰り返して、弱体化が無視できんくなってきたら帰還みたいな流れがええんかな。ランダムイベントの一つ、モノリス。何かしらの能力がしばらく強化される。今回の場合は、行動力リソースの回復率アップ。効果は左上に出るで。やたら豪華な歌とともに宝箱。こういう時はなんかええもんが入ってる。ちなみに中身がいい時は箱自体も豪華になる。ダメ押しで開けた時にも豪華な音が鳴る。パチンコみたいやな。よく知らんけど。エンチャントプラス5がついた装備が出た。後でタコさんに鑑定してもらおう。マナオ鮮度が 80% を超えてきたので一旦変えるか。画面にちょっと色がついて引き際がわかりやすい。帰還。回復するにはもちろん宿屋に泊まるんだけど、寺院でも同じように回復はできる。宿屋に泊まるとマナオ鮮度は 0% まで回復する。寺院ではマナオ鮮度を維持したまま回復してもらえる。その代わりめちゃくそお高い。主な使い方としては、トレハン中にマナオ鮮度を上げ直すのが面倒な時に利用する。お世話になるのは、ゲームに慣れてきてからやな。パート1で説明すっ飛ばしたのはそのため。さて、今回は拾ったアイテム鑑定してもらって終わるか。なおこのゲーム、序盤は金策がめちゃくちゃきつい。2つ3つ鑑定してもらっただけで、財布すっからかんになる。良さそうなやつから鑑定してもらって、お金が貯まるまで我慢しよう。プラス5エンチャント付きの鎧は、こんな感じでした。ベースアイテムはしょぼいけど、いい効果がいっぱいついてた。さて次回は、古き王の霊廟の中ボス撃破まで行ってしまおう。お楽しみに。